キャンドルの基礎知識、ディッピングについて、仕上げでよく使われる技法のディッピングについて説明をしていきたいと思います。まずディッピングで使うワックスはここにあるパラフィンワックス 100% です。少し量が多く入って見えるんですが、お鍋の上の方までワックスがあった方が失敗がしにくいので、なるべく多めに入れてください。ただ一番上まで入れてしまうとキャンドルをつけた時に量が増えて溢れてしまうので、上から2センチぐらい開けた量にしてください。で、温度は100度100度以上にするのがポイントです。今日は説明のためにこのお花のキャンドルとこっちのお花のキャンドル、この2種類で説明をしていきたいと思います。まずディッピングの時に気をつけたいのは、中に入れてる時間をなるべく短くするということです。例えばこのお花のキャンドルであれば1回にここまで入れようとすると、ここのお花が使ってる時間が長くなってしまいます。そうするとここがどんどん溶けてしまうので、私はだいたい2回に分けてやっています。この場合だとこっからここまでさっと入れて、下もさっと入れる。ではちょっと入れる時間を実際に見ていただきたいと思います。まずはじめにパーツが落ちないかしっかりお鍋の外側で確認をします。ワックスに入れるときはここの上が結構温かくって、この上でもたもたするとここでパーツが落ちてしまうので注意してください。鍋の外側でパーツが落ちないかちょっと一回確認します。入れます。このくらいほんの一瞬だけつけます。で冷まします。でこちらを持って下を入れます。これもほんの一瞬だけ入れる。中に入れてる時間をなるべく短くしていきます。ではこういった大きな作品の場合を説明したいと思います。これもここで落ちないか一度お鍋の外側で確認します。この場合は鍋の大きさからしてこことここの上下だとお鍋に入らないので、ここを持って縦に上下に入れていきたいと思います。まずはじめにお花の部分から入れていきます。こんな感じで一瞬だけつけます。で、表面が割とすぐ乾くので、表面が乾いたら後ろをやっていきます。ここからこちら側の半分をつけていきます。一瞬だけ入れる。で、こういう雫のところは少し指で取ってあげます。で、今こう少し白っぽくなってしまっているんですが、これは固まると元の色に戻るので大丈夫です。温かいうちは少し白っぽくなります。こんな感じで2回に分けてやると綺麗にいきます。ポイントはあまり量が少なすぎると浸かりきらなくて何度もやらなければいけなくなってしまうので、なるべく多めのパラフィンワックスを用意してください。このディッピングが終わったパラフィンワックスは何度もディッピングで使えます。ただし30回から50回ぐらい続けてディッピングをすると、ここの中にこのディッピングをした時にポタポタ垂れる液体が入ってしまって、こっちが濁ってきてしまうので、ここが白っぽく濁ってきたりしたらこのパラフィンワックスを変えて新しいパラフィンワックスでディッピングしてください。ただこの濁ってきたパラフィンワックスも全く使えないわけではなくて、土台にしたり他のホイップする作業に使ったりすることができるので、捨てずにその後、土台などに再利用して使ってみてください。ディッピングでツヤが出なかったり綺麗に仕上がらなかった時の原因、
実はディッピングっていう作業は非常に難しい作業で失敗することがたくさんあります。原因その1、ディッピングのワックスがパラフィンワックス 100% ではなくて他のワックスが混ざっている。ディッピングに使った今のこのワックスはパラフィンワックスが 100% であることが絶対的に大切です。この中に違うワックスが混ざってしまっていると表面が白っぽくなったりきれいに仕上がらないことがあります。必ずここが 100% であることをきちんと確認してからディッピングをしてください。よくあるのがお鍋の周りにワックスがついていてマイクロワックスだったりバイバーワックスだったりそれが中に入ってしまってパラフィンワックスが 100% ではない状態、他のワックスが混ざった状態になってしまうことがあります。そういう場合は白く濁ってしまったりすることがあるのでお鍋をきれいに拭いて掃除をしてからパラフィンワックスを溶かしてディッピングをしてください。原因にキャンドル本体が完全に冷めていなくて温かい。この今ディッピングしたこのキャンドル自体がまだ固まってなくて温かい状態でディッピングをしてしまうとツヤが出ません。綺麗に仕上がらなかったりまたディッピングの熱で変形してしまうっていうことが起きることがあります。なので必ずディッピングをする前にこの本体ですね、この今ディッピングしたこのキャンドル自体がきちんと冷えて冷たい状態になっているということがとても必要です。原因その3、ディッピングをする時の温度が低く90度から100度になっていない。このディッピングする時の温度がとっても重要です。必ず温度を測ってからディッピングをしてください。これが90度から100度ない80度とか70度の状態でやってしまうと薄い膜が張ったような状態になってしまいます。そうするともうやり直しが効かないので必ずこの温度を100度目安に100度前後を目安に温度をきちんと測ってから中に作品を入れるディッピングをするということを注意してやってください。ディッピングの技法は実は奥が深い技法です。ワックスの温度によってかなり仕上がりが変わってきます。ワックスの温度別に図を使って解説していきたいと思います。まずワックスの温度一番低い、パラフィンワックスの融点が58度なので少し高い60度から下まで行って100度まで、このワックスの温度の幅でディッピングがどのようになっているのか説明していきたいと思います。まずこの60度や70度の低い温度でする場合、パラフィンワックスプラスマイクロワックスを使用してスイーツキャンドルのアイシングをするワックスを作ってコーティングの技術をしていきます。これもディッピングと言います。75度程度で何度も表面をコーティングするスイーツキャンドルのデコレーション、アイシングとも言います。もディッピングの一種です。とろりとなった本物のお菓子のような質感ができます。パラフィンワックスのみを使用して仕上げのディッピングをしていきます。その時の温度について少し解説したいと思います。仕上げの時はだいたい80度から100度のこの高い温度のワックスでやっていきます。この場合はパラフィンワックスのみというのがポイントです。他のワックスが混ざっていないことがとても大事です。まずワックスが80度から90度のこのディッピングの温度の中では低いという部類に入るんですが、この温度の場合で仕上げるとき何が良いかというと、繊細な表現が溶けない、色がにじまない。で、この少し低い温度でディッピングするときの悪い点ですね。これは表面につくワックスが熱くなってしまう。これは実はディッピングの時に温度によって仕上がりの美しさが違ってくるんですね。デザインに合わせて少し低い温度の方がいいか高い方がいいか判断して温度の管理をした方がいいと思います。例えばこの繊細な表現は溶けない、色がにじまないというのは
例えば、女の子の顔とかで目が黒いワックスでできていて、それをディッピングした時に目が溶けてしまって、黒い涙が流れるような形で滲んでしまうことがあるんですね。その場合は温度が90度から80度ぐらいの少し低い温度でディッピングすると、そこがにじまないで綺麗にできるということです。またお花などの本当に花びらが溶けないでほしいっていうようなものの時も、だいたい90度ぐらいでやると花びらがそこまで溶けてくっついたりしないで綺麗な表現のままディッピングができるということもあります。で、次は100度から90度。ワックスの温度が高い状態は、良い点は表面につくワックスが薄くなります。悪い点は高温のため繊細な表現が溶ける、色がにじむ。これは仕上げをきれいにディッピングする仕上げのコツは、パラフィンワックス以外のワックスが混ざってないこと、鍋を仕上げディッピング専用にして分けるなど工夫すること。これがポイントなんですが、この表面につくワックスが薄いというのは、パラフィンワックスが高温になっている時、表面についてくる油の膜っていうのがさっと液体がサラサラしている状態なので、温度が高い時はなので表面につくワックスが薄くなります。で、悪い点としてはやっぱりその温度が高いので、すごく100度の中にワックスがさっと入るんですが、その時にやっぱり黒い表現、黒いとか赤いとか濃い色の表現が細い部分とか細かい部分にある場合は、色が溶けたり滲んでしまったりすることがあります。なのでそのデザイン自体にどのような表現を使っているのかをしっかり見てから、ディッピングの温度を100度にするのか、80度から85度とかにするのか、そういう細かい部分も実は計算して、温度もきちんと測ってディッピングすることが作品をきれいに仕上げるポイントです。実はこのほんと些細な20度ぐらいの差なんですが、これで最後の表現が随分変わってきてしまうことがあります。で、ディッピングの表現っていうのは最後の仕上げなので、もう修正することができません。失敗したりしてしまったら、もうやり直しが一番できない部分なので、必ずお鍋に温度計を入れて、温度を測ってからやる。そういう癖をつけると失敗がないと思います。